したので。ねえゼロ、花の呪いを断ち切る。この世界の人たちはなんだか怖いよ。何度でも殺してやる。ねえゼロ、死にたいやつから順番に。そうか。この世界はきっと私にとっての呪い。ゼロ、何これ、助けてー。ゼロ、それでも僕はゼロと一緒にいるよ。ミハイルは、君は必ず助ける。来ましたね。あれは我々の祖であり、それは世界の調和さ。そして同時にこの輪廻を終わらせるもの。最初に感じられたのは痛み。叫ぼうとする喉からはかすれた空気だけが。というか、何がどうなってるんだ？右手には剣が握りしめられて、左手を見ると金属の甲冑が鈍く光っていて、散らばった雨が一つの流れになるように、私は私の感情と記憶が調和していくのを感じていた。そうだ、確か私は誰かと戦っていたんだ。あれは妹。殺さなくてはならない敵。私の名前はゼロ。呪われし歌姫をほふる者。くそ、頭が痛い。どうして教会都市に戻ってきたんだ。確か私は妹たちを殺して、その後自分をミハイル。まあいいか、全部ぶっ殺してから考える。もうちょっと寝ていたような、そうでもないような。誰かがいるね。あれはゼロ？うわー、ゼロだ！ねえゼロ、僕だよ、ミハイルだよ。はあ？ミハイル？そうだよ。ゼロの一番の仲良しで、一緒に冒険したりおしっこしたりしたよね。だってお前その格好。え？格好？あれ？なんだこれ。手があるぞ。指もある。っていうか、何これ？僕ドラゴンでしょ？翼どこ行ったの？あれ？なくしちゃったよ。ゼロ、どうしよう。死んだはずなのに生き返った自分。なぜか人間の姿になってしまったミハイル。正直わけのわからない状況だったが、とりあえず全部殺すことにした。ねえゼロ、
これまで見たことない怖い人たちが襲ってくるよ。ゼロは怖くないの？怖くない？あ、じゃあ問題ないね。どうだ！よくできました。どうも様子がおかしい。この場所は私が知っている教会都市とは何かが違う気がする。まあいいか、そのうちわかるだろう。よくできました。ねえ、変な場所に出てきたよ。バカっぽい声でミハイルが叫ぶ。考え事をしてるんだ。少し黙っててくれ。でもまたゼロと会えて楽しいよ。そうか、それはよかったな。なんで君が人間の形をしているかわからないが、どこかでドラゴンに戻さないとな。僕、ドラゴンに戻った方がいいの？それは言いよどむ私の目をミハイルが見つめる。そうだ、君は竜に戻る必要があるんだ。私を殺すために。その言葉を私は喉の奥に飲み込んだ。その声はまた会うとはな。何の因果か知らないが、今度はきっちり殺してやるよ。化け物は悲鳴を上げながら崩れていく。僕にはわかる。あれは歌うたいと呼ばれるゼロの敵。何かの理由で再び現れたゼロの妹たち。何度でも殺してやる。ゼロはそう言うと剣を振り下ろす。化け物の遺体を切り刻むように何度も何度も。僕はゼロから目をそらす。粉々になる化け物。
妹たちだったそれを見ながらゼロは薄く笑っていたから。この世界はきっと私にとっての呪い、呪われし歌うたいとなった妹たちを殺した愚かな姉である私を罰するための場所。それでも僕はゼロと一緒にいるよ。だってそれが僕の役目だから。そういう風に作られてるんでしょ、僕は。その人形は唐突に私たちの前に現れた。奇妙な動き、壊れた目線、耳障りな声。あなたがゼロ、その目に咲く花で世界を滅ぼす存在。その音が鳴り止む前に私は人形たちを投げ払った。こういう手合いは話すだけ無駄だ。さっさと。振り返ると同じ人形が再び立っている。呪いの姫よ、呪われし世界、ライブラリーへようこそ。その声に導かれるように周囲に新たな敵の影が現れた。このクソみたいな敵もさっきの妹たちの化け物、全部お前たちが仕組んだことか。いいえ、いつも私たちはあなたを助けるものです。この最悪を回避したいと考えているのです。どうだかな。スノワが僕は知ってる。あれはゼロの妹トゥーとその死とセンとゼロが殺したはずの恋人たちなのに、あんな怖い化け物になってまた現れるなんて。求めは二人だからこのライブラリーで力を持つのです。そんなのひどいよ。だって二人とも好き同士だったのに、せっかくあの世で二人とも仲良くなれたのに。あの世、そんな場所がどこに。その言葉を聞いた僕が振り返った時にはもう人形たちは消えてしまっていた。気味の悪い人形たちの言葉が低く響く。あなたたちは再び殺し合うだろう。いいだろう。妹たちも人形も全部壊す。それしか自分にはできないのだから。ねえゼロ、この世界の人たちはなんだか怖いよ。どこか空っぽで、でも黒い感情に満たされてるんだ。まるで泥の入った瓶のように。倒しても倒しても出てくる敵。敵の悲鳴、返り血。
骨を砕く手触り。いつの間にか笑っている。ここは私にふさわしい地獄だった。周囲の空間が突如歪み始める。音と光の渦に包まれ、再び目を開けた時には別の場所に送られていた。そこは見たことのない場所。だが、どこか懐かしい世界。ここは教会都市？ミハイルの声が空に吸い込まれる。巨大な石でできた建造物は確かに似ている。だが、それよりも目に入るのは金属でできた大きな機械。人形たちが騒ぐ。ここは現代。全ては繋がっているのです。私はミハイルを連れて見知らぬ都市の中に踏み込んでいった。この薄雲がねえゼロ、あれってまさか。ワン。待ってろ。今楽にしてやるから。どうした？俺で終わりか？化け物と化したワンは血を吹き出しながら黒い粉へと変わっていく。呪われし歌姫を率いていた妹ワンの声。私たちは間違った存在。その問いに答える前にミハイルの声が聞こえた。何これ、助けて振り向くと黒い霧がミハイルを吸い込もうとしている。私は飛び込むようにその霧に向かって切りかかるが手応えはない。全部終わらせこの目に咲く花は世界を滅ぼす。確かに私たちは間違った存在だ。だがそんなことはどうだっていい。ミハイルは君は必ず助ける。得意点たるゼロは時空を超えミハイルの救出に向かった。彼女は壊れた時計のように戦い続ける。再びミハイルに殺されるために。立て続けに現れる凶悪な敵。剣の動きは鈍り足がもつれる。そうかもな。血の混じった唾を吐く。だが私が死ぬのはお前たちを全部殺してミハイルを助けてからだ。黒い霧が再び巻き上がる。その中から現れたのは再び蘇った妹たちだった。私は
諦めない。ミカエルと約束したんだ。花の呪いを断ち切るって。そのために私はミハイルを助ける。全員虫のように死ね。僕が目覚めると、目の前にゼロが横たわっていた。揺れるまつげが、彼女がまだ生きていることを示していた。空から太陽が差し込む。眩しい日差しを遮ろうと手を持ち上げるが、大きくバランスを崩して転んでしまう。目に入ったのは大きな翼、大きな爪と牙、そして歪んだ角。僕はドラゴンの形に戻ったんだ。そのことが何を意味しているかを僕は知っている。だけど今はまだゼロを守っていたい。僕はゼロのそばにそっと横たわる。報告。ライブラリ世界について。これまでの観測からライブラリと呼ばれる空間は世界を統括する王子世界ではなく、レイザー薬に発生した時空の歪みによる転移現象の一つであるという示唆が得られている。また、本記録で示されているように、ゼロやワンをはじめとするウバウタイたちの再生も確認されているが、転移世界でどのような影響があるかはまだ分かっていない。なお、ニシンとアンキと呼ばれる存在については、B の関与が示唆されている。引き続き、観測を強化されたし。以上、報告者、アポール。
話し合いで解決できないのかしら。お仕置きしてあげますからね。「